週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部50話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回49話で愛らがいつもとは違う様子。理由はさゆり先生からの補習を逃げていたから。補習の時期と旅行の時期が重なって悲しむ愛らにさゆり先生からこの問題が解けたら補習を早めに終わらせると挑戦状が。50話ではさゆり先生からの謎を解く愛ら。今までにないくらい集中して問題を解こうとする姿に雫と男子生徒は驚いて。我らが探偵部1から50話公開中です。3人同好会37話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回36話ではりくとてつを探すさくらの視点。りくを何とか見つけたさくらはりくから話を聞くことに。りくが決心し自分が人形好きだと告白するとさくらは特に驚くことはありませんでした。りくは続いててつの状況についてもさくらに話します。37話、さくらが登場するてつの視点。助けに来たというさくらに驚くてつ。さくらはてつを助けようと説得を続けて。3人同好会1から37話公開中です。8子は何も知らない29話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らない8子と出会い、その8子が繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回28話は8子の活躍もあり文化祭が無事終了。その後薫は8子に呼ばれ行くと8子は学校に向かって何かの力を使う。29話で学校に何をしたのか聞く薫。すると8子はここにいる全員の記憶を消したと言い出し。8子は何も知らない1から29話公開中です。学園の幽霊たち16話。この物語は学校で自爆霊をしていることに飽きたレイナが成仏するために生前の未練を晴らそうと同じ幽霊の優香と一緒に解決していく作品です。前回15話ではサキが森さんに直接話を聞き、本当に犯人は森さん本人だとわかる。間違って幽霊たちを疑ったサキは謝るが優香は許さないと言い出し、許してほしければ頼みを一つ聞いてほしいとサキに告げる。16話で頼みの内容はモッチーが妹の森さんへ言いたいことをサキが伝えるというもの。しかしモッチーは遠慮すると言い出し。学園の幽霊たち1から16話公開中です。お悩みは仮予定錬金術工房まで30話。この物語は高校1年生の天と落雁がある日気がつくと仮予定と名乗る少女の錬金術工房にいました。錬金術事業を一緒に展開するために落雁を召喚した仮予定と異世界と現実世界を行き来しながら生活を送る落雁のお悩み解決ストーリーとなっています。前回29話で変わった兄に驚く落雁。するとパステルは自分がニコラ・フラメルに作られたホムンクルスだと話す。最後の文字が U だと分かったカリオテは落雁に工房まで戻るように伝える。30話ではカリオテと師匠が一緒にいた時の話。戦争のためホムンクルスの製造をニコラ・フラメルに命じた国王に怒るカリオテ。しかしそのカリオテには重い病があるようで。お悩みはカリオテ錬金術工房まで1から30話公開中です。次に新作連載作品について。キャンバス。学園に特待生として入学した主人公は天才的な絵の才能を発揮し数々のコンクールをものにしていく。しかし自身の才能が次第に学園の売名行為に利用されているのではという疑念から大人に対しての嫌悪感が湧いてくる。全てが嫌になりキャンバスの前に立たない日々が続いた。そんなある日学園長から次のコンクールでそれなりの結果を出さなければ特待生の資格を剥奪すると宣言される。絵を描く情熱と才能を喪失した主人公。しかし周囲の女の子たちとの交流から彼は変わり始める。こちらは恋愛アドベンチャーゲームキャンバスをハッチポットで VR アニメ化した作品となっています。学園長から呼び出され次のコンクールで結果を出さなければ特待生剥奪を宣言される主人公。幼なじみの立花天音は主人公の様子が気になっていました。キャンバスプロローグと1話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。初めの話は無料で見れますよ。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。
概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味がある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。